様、仏様、どうか明日のテストで100点取らせてほしいのだ。あわよくば宝くじも当ててほしいのだ。ずんだもん、必死ね。でも残念だけど、その願い事、宛先不明で届かないわよ。どういうことなのだ。お寺で手を合わせれば仏様が願いを叶えてくれるんじゃないのだ。それが大きな勘違いなのよ。実はね、本来の仏教には世界を作った神様も願いを叶える神様も存在しないの。へえ、神様がいない宗教なんてあるのだ。じゃああのお寺にいる金色の人は誰なのだ。いい反応ね。今回は仏教にはなぜ神がいないのか、その衝撃のシステム設計について解説するわ。仏教、お祈り宗教だと思っていると脳みそがひっくり返るわよ。1、ブッダは神ではなく先輩。まず大前提として、キリスト教やイスラム教でいう神、ゴッドは全知全能で世界を作った創造主のことよね。そうなのだ。人間を作って悪いことをしたら罰を与える偉い人なのだ。でも仏教を開いたブッダ、お釈迦様はただの人間。彼は王族として生まれたけど、老い足の苦しみに悩んで出家して35歳で真理に気づいた人。つまり超能力者でも神の使いでもないの。ただのおじさんだったのだ。信じられないのだ。言い方が悪いわね。真理に目覚めた人、ブッダよ。例えるなら、ブッダは苦しみを治す方法を発見した超天才ドクターなの。お腹が痛いならこの薬を飲みなさいと処方箋を出すのが彼の役割。患者であるズンダモンが薬も飲まずに「先生、治して」って叫んでも病気は治らないでしょ。ぐぬぬ、確かに先生にお祈りしても風邪は治らないのだ。そう、仏教のスタート地点は神にすがることではなく、先生の教え通りに自分でトレーニングすることなのよ。だから本質的にはライズアップに近いわね。ブッダはトレーナーだったのだ。イメージが全然違うのだ。2、神の裁きではなく自動システム。でもメタン、神様がいないなら誰が良いことや悪いことをジャッジするのだ。悪いことをしたら罰が当たるっていうのだ。そこが仏教のすごいところよ。仏教では世界を支配しているのは神の意志ではなく、因果の法則というシステムだと考えるの。因果。簡単に言えば、原因があれば必ず結果があるという物理法則みたいなものよ。例えば火を触れば火傷するわよね。これは火の神様がこいつを火傷させてやろうと怒ったから。違うのだ。熱いものに触れば熱いのは当たり前なのだ。それが因果よ。悪い行い、原因があれば苦しい結果が自動的に出力される。ここに神様の感情や慈悲が入る余地はないの。2500年前にブッダが見つけたのはこの宇宙のプログラムコードだったと言えるわね。なるほど。神様がいちいち見てなくてもシステムが勝手に処理するのだな。そう、だから神様に許してもらうという概念がないの。過去の悪い原因を消すには今の自分が良い原因を作るしかない。徹底的にドライで科学的なシステム設計なのよ。3、なぜ日本人は仏様に祈るの？理屈は分かったけどやっぱり納得いかないのだ。じゃあなんでみんなお寺で合格祈願とかしてるのだ。あれは無意味ってことなのだ。鋭いわね。実は今話したのは初期仏教というオリジナルの教えの話。でもね、ずんだもん、自分の力だけで修行して悟りを開けなんて言われてできる？無理なのだ。僕は楽して救われたいのだ。昔の人もそう思ったのよ。厳しすぎる、もっと優しくしてってね。そこで時代が下るにつれてブッダを神格化して拝めば救われることにしようという大乗仏教が生まれたの。日本に伝わったのは主にこっちね。なんとユーザーからのクレームで仕様変更されたのだ。言い方はあれだけど多くの人を救うためのアップデートだから今の日本のお寺では仏様を神様のように拝むスタイルが定着しているの。でも根底にあるのはやっぱり因果の法則、お祈り、良い行いを原因として合格、良い結果を引き寄せようとする行為だと思えばあながち矛盾はしていないのよ。なるほどなのだ。アップデートのおかげで僕たちも気軽にお参りできるようになったのだな。まとめ。というわけで仏教に神様がいない理由分かったかしら？よく分かったのだ。仏教は神様にお願いする宗教じゃなくて世界のルール、因果を理解して
自分で幸せをつかむためのマニュアルだったのだ。その通り。ブッダは私の言うことを信じなさいとは言わず、自分の頭で確かめなさいと言い残しているわ。神という絶対的な存在に頼らず、自分自身の心を鍛えて自由になる。それが仏教という心の OS の設計思想なのよ。なんだかかっこいいのだ。僕も今日から心の筋トレを始めるのだ。まずはこのお菓子の誘惑に勝つところから。アムアム。因果の法則ですぐに太る結果が出そうね。これもシステムの仕様なのだ。さて皆さんは神にすがる宗教と自分で鍛える宗教、どちらが肌に合いますか？コメント欄で教えてくださいね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。